ジュドーアーシタの人生。ジュドーアーシタは宇宙世紀0088を舞台としたテレビアニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」の主人公です。劇中ではゼータガンダムやダブルゼータガンダムなどに登場して戦いを繰り広げました。ひょうひょうとしながらも正義感が強くて活発的な性格をしています。妹のリーナを溺愛しており、リーナのことになると冷静さを失ってしまう場面が多くありました。また仲間思いで優しい性格も持ち合わせており、敵味方問わず目の前に苦しんでいる人がいれば救いの手を差し伸べようと行動する人物でもあります。今回はそんなジュドーアーシタの人生について解説させていただきます。俺ジュドーアーシタ、学校はずるけてる。ジュドーは宇宙世紀0073生まれであり、機動戦士ガンダムダブルゼータの舞台である宇宙世紀0088では14歳の少年です。サイド1にある最も古いコロニーの一つであるシャングリラで妹のリーナと2人暮らしをしています。シャングリラは宇宙世紀0079に勃発した一年戦争の際、戦火に遭わずに済んだものの、貧富の差が激しく、山の手と呼ばれる高級住宅エリアと下町と呼ばれるスラム街同然のエリアに分かれており、政策の悪化により治安の悪いところもありました。一年戦争が終結して2年後の宇宙世紀0082に地球連邦政府がコロニー再生計画を行ったことをきっかけに、ジュドーの両親はジュドーとリーナを置いて他のコロニーへ出稼ぎに出て行きましたが、ガンダムダブルゼータの作中では父は行方不明であり、母は出稼ぎに出たまま不在の状態となっています。親からの仕送りが途絶えたので、ジュドーは手っ取り早く大きな収入を得るため学業そっちのけでプチモビルスーツの免許を取得し、さらにリーナを山の手の学校に通わせるために仲間たちとジャンク屋を営んでいました。そんなある日、機動戦士ゼータガンダムの最終決戦で大きく損傷したアーガマは修理と補給を受けるためシャングリラコロニーに入港しました。その頃ジュドーは偶然拾った脱出カプセルの中からスターンズのヤザンゲーブルを救出します。するとヤザンはジュドーたちにアーガマからゼータガンダムを盗み出して大儲けしようとけしかけました。その口車に乗ったジュドーはアーガマに潜り込みゼータガンダムを盗もうとしますが、同じく潜入していたヤザンが相手を殺しかねない横暴な行動を起こしたことに憤りを覚えたため、ゼータガンダムでヤザンの乗り込むモビルワーカーを撃退し、結果的にアーガマを救いました。なお初めてとは思えない操縦を見せたジュドーの姿を見たブライト・ノアはアムロレイやカミーユ・ビダンといったかつてのガンダムパイロットの面影を重ねていました。その後ネオジオン軍の巡洋艦エンドラがアーガマを追ってシャングリラに入港し、エンドラの艦長マシュマーセロはモビルスーツガルス・ジェイでアーガマを襲います。それに対しゼータガンダムを盗むために再びアーガマに侵入していたジュドーは成り行きでゼータガンダムを操縦し、マシュマーを追い返すことに成功しました。アーガマの艦長であるブライト・ノアはジュドーの活躍を見て、彼がアムロやカミーユと同様に優れたニュータイプであると予感しました。そこでブライトはジュドーにアーガマのパイロットになるように説得を試みますが、ジュドーはあまり乗り気ではなく、なかなか説得には応じませんでした。しかし何度も攻め込んでくるマシュマーに対してアーガマが戦力不足で苦戦する中、ジュドーはリーナに命令されて嫌々ながらもアーガマに協力してネオジオンを追い払い続けました。こうして戦いに巻き込まれては何度もゼータガンダムに登場していくうちに、仲間たちと共にエウーゴに入隊し、ビーチャたちや連邦軍正規の志願兵ルーレカと共にガンダムチームを結成して勇敢に戦っていくことになります。ジュドーはマシュマーが登場するハンマハンマに苦戦しますが、ルーが持ち帰った最新鋭機ダブルゼータガンダムに登場してはその圧倒的なパワーでマシュマーを撃退しました。こうしてダブルゼータガンダムを任されたジュドーはニュータイプとしての能力を徐々に開花させてさらに活躍していきます。ダブルゼータガンダムを受領した後もゼータガンダムや百式を操縦することもありましたが、特に地上でのドライセンとの戦いではビーチャがジュドーが強いのはマシンのせいということを見せつけるために独断でダブルゼータガンダムで出撃するもドライセンに一方的にやられていましたが、ジュドーはガンダムダブルゼータの世界ではすでに旧式と化しているはずの百式でドライセンを圧倒し撃墜していました。作中では古きコロニームーンムーンを訪れたり、カミーユ・リバンと出会い
そして LP プロといった人物たちと出会い成長していきます。カミーユは自筆状態ではあるものの思念でジュドーに語りかけていました。またプルはネオジオンの人間ですが、ジュドーに好意を持ちジュドーと行動を共にすることになりました。しかし最終的にプル2が狩るサイコガンダムマーク2がアーガマを襲撃した際、解体中のキューベレイマーク2で出撃して食い止めますが、ジュドーをかばって死亡しました。ジュドーはこれを受けてダブルゼータガンダムのバイオセンサーで思念を増幅した大型ビームサーベルでサイコガンダムマーク2を両断しています。物語中盤でリーナがネオジオンに連れ去られてしまって以降は自らの意思で積極的にネオジオンと戦うようになりましたが、妹を救いたいという気持ちが強すぎるがゆえに無茶な単独行動も増えていき、リーナを取り戻すべく爆弾を巻きつけてダブルゼータガンダム単独でネオジオンへ乗り込むといったこともしていました。ハマーンはジュドーのニュータイプとしての素質に惹かれ同志となるよう勧誘しますが、ジュドーはそれを拒否しました。その後地上のダカール迎賓館でネオジオンがパーティーを主催した際にはジュドーがリーナを救出するために侵入しましたが、ハマーンに見つかってしまい銃で撃たれそうになります。それをかばってリーナは銃弾を受けて負傷してしまいましたが、この時ジュドーは怒りを爆発させ、その念の強さでハマーンを怯えさせています。それ以降もハマーンは何度もジュドーに対して自分の同志になるようアプローチをかけましたが、ジュドーはハマーンを悪の元凶と捉え拒絶し続けました。その後負傷したリーナが眠る小屋に戦闘中のモビルスーツが落下して爆発し、リーナが消息不明になりジュドーは絶望してしまいます。しかし仲間たちに支えられ多くの人々を巻き込む戦争自体を終わらせるためネオジオンに立ち向かいニュータイプとしての強さを発揮しました。そして第一次ネオジオン構想の最終局面となる宇宙世紀 0089-1 月7日、ジュドーはハマーン・カーンのキュベレイと一騎打ちで対決します。最終的に紙一重の差で戦いを制したジュドーはハマーンを救おうとしますが、ハマーンはそれを拒み命を絶ちました。憎しみを生む者、憎しみを育てる血を吐き出せ。その後ジュドーはルーとともに木星船団が事業再開のため航行を開始するジュピトリス2の乗員に志願しました。そして宇宙世紀 0089-3 月15日の月面フォン・ブラウン氏においてダブルゼータガンダムのパーツを搬入したジュピトリス2に乗船しようとしていた際、実は生きていたリーナと再会し抱擁を交わしました。リーナは死んだと思われていましたが、実は間一髪のところでセイラマスに救出されていたのでした。こうしてジュドーは仲間たちに見送られながら木星へと旅立っていき、機動戦士ガンダムダブルゼータの物語は終わりを告げました。なお書籍データガンダムキャラクター列伝宇宙世紀編2によると、機動戦士ガンダムダブルゼータの作中での撃墜スコアは L が10機、リーチャが14機、モンドが11機、ルーが23機なのに対し、ジュドーだけ63機達戦艦2隻となっており、ダブルゼータのパワーもあれど1人だけ突出した成績を残しています。なんとやっぱり私めの力があればこそで。機動戦士ガンダムダブルゼータは前半はコミカルな作風で話が進み、後半になるにつれてシリアスな展開に変化していった作品ですが、全体を通してジュドーが様々な人物との出会いを経て成長していく姿が描かれています。そんな本作はテレビ版ではアムロレイやシャア・アズナブルが登場しませんが、小説版ではアムロレイが登場するためジュドーとアムロの共演シーンを見ることができます。小説版のストーリーが全体的にはテレビ版と同様ですが、特に地上ではアムロがシュツルムディアスに登場してジュドーをサポートします。またベルトーチカイルマがアムロと共に登場しており、ダブルゼータガンダムを見てはその次はトリプルゼータガンダムと冗談を言う様子が描かれています。アムロはジュドーの次に来るに好かれる人物で、リーナを失った際にはジュドーが持つリーナの赤いヒールを投げ捨てたり、ジュドーが宇宙に上がる際には僕が宇宙に上がるのはシャアと決着をつける時だと話をしたりしています。なお書籍機動戦士ガンダム大全集によると、機動戦士ガンダムダブルゼータの放送中、映画逆襲のシャアの制作が決まったので、物語後半に登場が予定されていたシャア・アズナブルが2出演に終わったということが明かされているため、
テレビ版ではアムロも出演しなかったのかもしれません。また、ジュドーが OVA ガンダムイボルブダブルドットスラッシュ点では、木星へ向かう途中、GGGR で出撃して交戦する様子が描かれているほか、漫画作品で多数登場しています。まず、機動戦士 VS 伝説巨神、逆襲のギガンティスでは、宇宙世紀0091を舞台として、木星圏で暮らすジュドーのもとにアムロが現れ、ネオジオン残党が発掘した謎の巨大兵器、巨神の発動を阻止するべく、戦いを繰り広げます。なお、アムロとジュドーは、プロトタイプダブルゼータガンダムの回収機、メガゼータに2人で登場しています。また、漫画、機動戦士ガンダム、英雄伝説では、宇宙世紀0093のアクシズショックで消息を絶ったアムロを捜索するため、宇宙世紀0094にシャングリラを訪れたカイシデンやエルビアンノなどが、ヤザンやネオジオン残党と戦う中、ジュドーがダブルゼータガンダムに登場して駆けつけ、カイの窮地を救う様子が描かれています。なお、こちらは、アンソロジーコミック集 SD クラブに連載されていた作品ですが、単行本や電子書籍が出ていないため、現在ではプレミアがつき、入手が非常に困難な書籍となっています。次に、機動戦士ガンダムムーンクライシスでは、宇宙世紀0099を舞台に、地球へ帰還した木星ヘリウム3最終戦団の一員として登場しています。ジュドー以外は名前が書かれていませんが、リーチャとルーらしき人物も登場しています。また、漫画機動戦士ビクトリーガンダムガイデンでは、木星戦団のリーダーであり、木星じいさんを自称するグレイストークという人物が登場します。グレイが登場するモビルスーツ、ガンプは、ダブルゼータガンダムを回収したような見た目をしており、グレイの見た目や言動などから、彼の正体はジュドーではないかと言われています。そんなグレイストークは、クロスボーンガンダムシリーズでも多々登場しています。漫画、機動戦士クロスボーンガンダム、スカルハートでは、トビアーロナクスたちと協力し、アムロレイのバイオ脳を搭載した天草と戦いを繰り広げます。また、漫画、機動戦士クロスボーンガンダム、鋼鉄の7人でも登場しています。漫画、スカルハートが、ゲーム、SD ガンダム、G ジェネレーションスピリッツに登場した際には、グレイ役の声優として、ジュドーと同じヤオカズキ氏が起用されており、ハマーンなど、ガンダムダブルゼータの登場人物との掛け合いが存在していた。さらに、トレーディングカードゲーム、ガンダム4では、ジュドーが場に出ているときは、グレーのカードが出せないという制約もあることから、ジュドーとグレーが同一人物と確定していいのではと思わせます。しかし、2022年より、ガンダムエースで連載が開始された漫画、機動戦士クロスボーンガンダム、ラブ&ピースでは、グレイストークが年を重ねる少し前、木星じいさんならぬ木星兄さんとして登場し、木星帝国と戦いを繰り広げているのですが、ガンダムエース2023年1月号におけるグレイストークのキャラ説明では、その正体は、第一次ネオジオン戦争で活躍したあのエースパイロットではないかと目されているが、真相は不明であると記載されています。つまり、様々な作品の中で、グレーとジュドーが、どう考えても、同一人物としか考えられない描写がされているにもかかわらず、同一人物である、とは明言されていなかったりします。余談ですが、スマホゲーム、UC エンゲージや、漫画、アラサー OL、ハマーン様の漫画 PV などでは、ジュドーのボイスが新規収録された内容が描かれています。ただ、ジュドーの声が変化したと話題になり、某公式 PV では、コメント欄がオフになっているケースも見られます。ジュドーというより、グレイストーク卿が合いそう、といった意見も見られることを考えると、個人的には、グレーが登場するクロスボーンガンダムシリーズを展開してほしいところですが、皆様はどう思われますでしょうか。出版社の大人って、何の見境もないんだから。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。